お金の不安をゼロにする。一生困らない。お金の超基本。完全ガイド。節約、貯金、投資。今の給料で将来本当にやっていけるのかな？新NISAが良いって聞くけど、結局何から始めれば損しないの？節約を頑張っているつもりなのに、なぜか口座の残高が増えていかない。そんな漠然とした、でも心の奥に沈殿しているようなお金の不安を抱えていませんか？実は日本人の多くがお金に対して不安を感じている理由は能力の問題ではありません。ただ単に学校や社会で正しいお金の扱い方を学ぶ機会がなかっただけなのです。お金の不安を解消する唯一の方法は根性で節約することでも一攫千金を狙うことでもありません。お金の仕組みを正しく理解し、自分の手でコントロールしているという感覚を持つことです。この記事では、累計100万部を超えるベストセラー、お金の超基本の教えを軸に、エースライターである私が、あなたの人生を劇的に変えるお金のロードマップを徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの前を追っていた霧が晴れ、今日から何をすべきかが明確になっているはずです。なぜあなたの貯金が増えないのか、お金の地図を持たないリスク。結論から申し上げます。お金がたまらない最大の理由は、節約スキルが足りないからではなく、目的、あるいは地図がないからです。目的地が決まっていないのに、とりあえず駅に向かって歩き出す人はいませんよね。しかし、お金に関しては、なんとなく不安だから貯めるというゴールのないマラソンを走っている人が非常に多いのです。抽象的な老後不安を具体的な数字に変える老後2000万円問題という言葉に踊らされてはいけません。必要な金額はあなたの住む場所、家族構成、そしてどんな生活を送りたいかによって1000万単位で変わるからです。例えば以下のような具体的なシチュエーションを想像してみてください。A さん、独身、賃貸。老後は趣味の旅行を楽しみながら都心で暮らし続けたい。B さん、結婚。持ち家。定年後は地方の持ち家で家庭菜園をしながら静かに暮らしたい。この二人の正解は全く異なります。まずはいつ、何に、いくら必要かを書き出すライフプランの作成がすべての節約、投資の土台になります。一生使えるお金の6つの機能をマスターせよ。お金を使う、貯めるの2択だけで考えていませんか？プロの視点ではお金には6つの重要な役割があります。このバランスを整えることこそが資産形成の真髄です。1、稼ぐ労働所得と仕組みの所得。基本となるのは本業の収入ですが、今の時代は収入の多角化が鍵です。例えば、
スキルを売る副業やブログ、YouTube などのストック型ビジネスを組み合わせることで万が一の際のリスクヘッジになります。2、納める税金を知る者は資産を守る。サラリーマンであっても税金の仕組みを知ることは必須です。ふるさと納税、医療費控除、アイデッコ。これらを活用するかしないかで年間で数十万円の手残りが変わることも珍しくはありません。3、貯める。余ったらではなくお先に。これについては後述する先取り貯蓄で詳しく解説しますが、貯金は仕組みです。根性に頼った貯金は 100% 失敗します。4、使う、消費、浪費、投資を見極める。消費、生活に必要なもの、食費、家賃など。浪費、快楽のためのもの、衝動買い、見栄のための交際費。投資、将来お金や知識として返ってくるもの、書籍、セミナー、株式。例えば、1万円の靴を買う際、それが3年履ける質の良いもの、投資なのか、流行に流されただけのもの、浪費なのか、5秒だけ考えてみてください。5、増やすお金に働いてもらう。銀行の金利がほぼゼロの現代。現金だけで持っていることはインフレリスクに身をさらす行為です。新NISAを活用し、世界の経済成長の波に乗ることが一般市民にとって最強の防衛策となります。6、整える家計の健康診断。次1回、自分の総資産、現金、株式、ポイント、負債を可視化する習慣を持ちましょう。家計簿アプリを使うのも良いですが、まずは自分の口座に今いくらあるかを把握するだけでも脳の節約スイッチが入ります。実践編。固定費削減は我慢ではなく設定である。食費を削るためにスーパーを端っこする。もしあなたがこれをやっているなら、今すぐやめてください。疲労感の割に効果が薄く、ストレスで反動買い、浪費を招くだけです。お金を貯めるプロが最初に行うのは、一度設定すれば効果が一生続く固定費の削減です。スマホ料金という名の埋蔵金を発掘する。まだ大手キャリアの無制限プランに1万円払っていませんか？格安SIMやオンライン専用プランに変えるだけで月々5000円、年間で6万円の節約になります。これは時給1000円のバイトを60時間すると同じ価値になります。保険というサンクコスト、埋没費用を断捨離する。日本人は世界でも稀に見える保険好きと言われています。しかし、私たちはすでに強力な公的医療保険制度に加入しています。高額療養費制度により、窓口負担には上限がある。遺族年金や障害年金というセーフティネットがある。
例えば、独身の方が万が一の時のために高額な生命保険に入る必要はありません。必要なのは自分が死んだら困る家族がいる場合だけ、その点を見直すだけで、次数万円を浮くケースも多々あります。最強の貯金術、先取り貯蓄を徹底解剖。今月は余ったら貯金しよう。この言葉は貯金できない人の常套句です。人間の脳にはパーキンソンの法則が働きます。これは支出の額は収入の額に達するまで膨張するという法則です。つまり、15万円の給料の人は15万円使い、30万円の給料の人は30万円使ってしまうようにできているのです。意志の力を使わない全自動貯金システムの作り方。貯金に必要なのは根性ではなく、お金に触れる前に隔離することです。給料振込口座から自動的に別の口座へ資金を移動させる。会社の財形貯蓄や確定拠出年金を活用する。住信 SBI ネット銀行などの目的別口座を使い、用途別に自動振り分けする。例えば、手取り25万円の人が、給料日に5万円を別口座に自動送金するように設定すれば、その人の生活費は最初から20万円になります。人間は不思議なもので、その限られた枠の中で、なんとか生活を成立させてしまう生き物なのです。新ニーサ時代の投資戦略。なぜ今、投資が必要なのか。投資は怖いもの、ギャンブルと同じ。という価値観は、もはや古いと言わざるを得ません。現在、世界中でインフレ、物価上昇が続いています。100円で買えたジュースが150円になるということは、あなたの持っている100円玉の価値が3分の2に減ったことを意味します。貯金だけをするということは、この目減りを知っていくリスクをすべて引き受けるということなのです。新ニーサで選ぶべきは低コストな全世界インデックス。新ニーサという紙制度が始まった今、複雑な投資手法を学ぶ必要はありません。初心者が勝つための鉄則は、長期、積み立て、分散です。長期、20年、30年と持ち続ける。積み立て、毎月決まった額を自動で買い付ける。分散、特定の会社ではなく、世界中の数千社に投資する。具体的には、EMAX Slim 全世界株のような投資信託を一つ選ぶだけで十分です。これだけであなたは Apple や Microsoft、トヨタといった世界中の超一流企業のオーナーの一人になれるのです。お金がたまらない人が共通して陥る3つの罠。長年、多くの方の家計相談を見てきた中で共通する NG 行動があります。これに当てはまっていないか、今すぐチェックしてください。1、リボ払いという合法的な小売貸し。次々一定の支払いで安心という甘い言葉に騙されてはいけません。手数料、
金利は年率 15% 程度が一般的です。これは投資のプロが必死に目指す年利5から 7% の2倍以上。投資で資産を増やす努力をする前に、まずはリボ払いを完済することが世界で最も効率の良い投資です。2、コンビニでのちょこちょこ買い、1回500円の買い物も毎日続ければ次15,000円になります。例えば喉が渇いたからとコンビニで160円のペットボトルを買う代わりに家で入れたお茶を水筒に入れるだけで年間約4万円の差がつきます。この小さな穴を放置したままでは、どんなに大きな収入があってもお金は残りません。3、ご褒美のインフレ化。自分へのご褒美は大切ですが、頻度が高すぎると、それは日常になってしまいます。年収が上がると同時に生活レベルも上げてしまうと、いつまでも資産は積み上がりません。生活水準を上げずに余剰分を投資に回す。これこそが資産数億円を築く富裕層の共通点です。お金の不安を行動で塗り替える手順、アクションプラン。さて、ここまで読み進めてくださったあなたは、すでにお金に関する高いリテラシーを持っています。しかし、知識を得ただけでは、現実は1ミリも変わりません。最後のアクションとして、今日からできる具体的なステップを提示します。ステップ1、家計の見える化。まずは1ヶ月だけでいいので、すべての支出を記録してください。アプリ、マネーフォワードなどを連携させるのが最も楽です。自分が何にお金を使っているかを知るだけで、無駄遣いは自然に減ります。ステップ2、固定費の乖離。今日中に以下のいずれかを実行してください。格安SIMのサイトを開いてシミュレーションする。不要なサブスク、1ヶ月使っていない動画配信などを解約する。電力会社を乗り換える。ステップ3、積み立ての自動化。銀行口座で自動積み立てを設定するか、証券口座で新NISAの積み立て設定を行ってください。お金の勉強を始めると、最初はあれもダメ、これもダメと制限されているように感じるかもしれません。しかし、現実は逆です。お金の知識を身につけることは人生の選択肢を増やすことです。嫌な仕事を辞める自由、大切な人に贈り物を贈る自由、子供に最高の教育を受けさせる自由、将来の不安に怯えず、今を全力で楽しむ自由。これらの自由を手に入れるために、今日小さな一歩を踏み出してみませんか？この記事があなたのお金の超基本を整え、新しい人生の扉を開くきっかけになれば幸いです。では、また次の動画に会いましょう。